仕事から帰宅し、リビングのドアを開けると、私は驚きのあまり、悲鳴を上げてしまった。キャー、あなた、一体どうして？そこには、顔を真っ赤にした夫が、苦しそうに、うめき声を上げて倒れていた。額には大量の汗をかいていて、呼吸も荒く、ゲホゲホと咳き込んでいる。救急車を呼ばないと。尋常でない夫の様子に、バッグからスマホを取り出すが、気が動転して床に落としてしまった。私が慌ててスマホを拾おうとすると、救急車なんか呼ぶ必要ないよ。こいつがこうなった原因は病気とかじゃないから、俺がやったんだ。と、息子が落ち着いた様子で言い放った。私はマキ、40歳。結婚して15年目の兼業主婦だ。同い年の夫、匠と、中学2年生の息子、大和と3人で、都内の戸建てで暮らしていた。夫とは、大学生の頃に、所属していたサークルで知り合った。明るく、人を楽しませることが大好きな夫の周囲には、いつもたくさんの友人たちがいて、私はそんな彼に片思いをしていた。友人たちの計らいで、夫と2人で飲み会の幹事を引き受けたことがきっかけで、私と夫は親しくなり、交際に発展した。その後も順調にお付き合いは続き、25歳の時に私たちは入籍した。私の両親も義両親も私たちの結婚をとても喜んでくれて、程よい距離感を保ちながら、良好な関係を築いていた。大学を卒業した後、私は正社員で事務の仕事をしていて、結婚した後も働き続けるつもりだったので、夫婦で話し合い、家事を分担することになった。夫は嫌がる素振りも見せず、家事や育児に積極的に関わってくれたので、息子の大和が生まれた後も、私は仕事を続けることができた。大和が乳幼児の頃は、睡眠不足に陥りながら、夫婦で力を合わせて、なんとか乗り越えられた。大和もすくすくと成長し、今では反抗期を迎え、憎まれ口を叩くようになったが、私が電球を交換しようと、踏み台に乗って四苦八苦していた時に、代わりにやってくれたこともあり、頼もしい一面も見られるようになった。家族みんなで支え合い、充実した毎日を送っていたが、ここのところ、私には気がかりなことがあった。それは、夫の態度についてだ。以前の夫は、仕事の繁忙期でも家族揃って夕食をとることにこだわり、私と夫、大和の3人で過ごす時間をとても大切にしていたが、最近は私が大和のことで夫に相談を持ちかけても、上の空で投げやりな相槌を打つだけになった。1年ほど前に夫から、部下が急に退職して人手が足りなくなってしまったんだ。しばらくの間、帰りが遅くなると思う。申し訳ないけど、俺が担当している家事を代わりにやっておいてくれないか？と申し出があり、それから夫と分担していた家事もすべて私がやるようになった。困った時はお互い様だし、辞める時も健やかなる時も支え合って生きていくのが夫婦だと思っていた。私の仕事の繁忙期や風邪をひいて寝込んでしまった時は、夫が私の代わりに家事を一手に引き受けてくれたこともあったので、当時は特に不満に思うこともなかった。毎日目の回るような忙しさでくたくたになっていたが、大和がさりげなくフォローしてくれていたので、なんとか平穏に生活することができていた。しかし、1年経っても状況は改善されず、残業だけでなく急な出張も増え、音沙汰がないまま翌朝に帰宅することもしばしばあった。さすがに見過ごすことはできないので、
あなたの分の家事を私がやるようになってから1年経ったけど、まだ人員が補充されないの？私も正社員で働いているし、いつまでもこのままの状態が続くと正直困るんだけど、それと仕事で家に帰れないのは仕方がないけど、こっちは忙しい中、晩ご飯作って待ってるんだから、最低限の連絡はしてほしいの。と苦言を呈した。すると夫はうんざりした様子で、ため息を漏らしながらこう言った。うるせえな。お前の小言に付き合う暇なんてないんだよ。俺は仕事が忙しくて、それどころじゃないんだ。だいたい家事は母親であるお前の役目だろ？今まで自分の役目を俺に押し付けて、だらだら怠けていたんだ。少しは主婦としての自覚を持てよ。俺は父親として懸命に仕事をしているって分かっているのか？最低限の連絡ができないくらい忙しいってことなんだから、とやかく言うな。以前の夫からは想像もつかないようなトゲのある言葉の数々に私は愕然とした。夫と知り合ってから20年以上経つが、こんな風に私をお前呼ばわりしたり、男尊女卑な考え方をするような人ではなかったのに、私は夫のあまりの変貌ぶりにショックを受けた。その日から夫は私だけではなく、ヤマトのことまで避けて生活するようになった。あれだけ家族揃って夕食をとることにこだわっていたのに、いつしか夫と一緒に食卓を囲むことはなくなっていた。平日は早朝から自宅を出て帰りも遅い。休日もどこかへ出かけてしまうので、家族で過ごす時間はほとんどなかった。夫が珍しく自宅で過ごしていても、不機嫌そうにビールを飲んでいて、私やヤマトが話しかけると、舌打ちをしたり、嫌悪感を醸し出していたので、家の中は不穏な空気が漂っていた。ヤマトも最近の父親の態度に何かがおかしいと感じ始めているようだ。夫に冷たくあしらわれ、悲しげな表情を浮かべた息子を見ると、私は胸が痛んだ。夫の表変ぶりを見ていると、私の中にある考えが浮かんできた。しかし、夫に限って、そんなことあるはずがないと自分に言い聞かせ、浮かんだ考えを払拭しようと試みた。それでも、心の中にあるもやもやと鬱屈した感情を拭い去ることはできなかった。ある日、ヤマトと二人で夕食をとっていると、思い詰めた顔をした息子がこう切り出した。お母さん、最近のお父さん、何かおかしいと思わない？あまり家にいないし、話しかけてもシカトするし、この間なんて廊下ですれ違っただけで怒った顔して舌打ちしてきたんだよ。不安そうに語るヤマトを安心させるように、私は努めて明るく言った。そっか、しょうがないわね。お父さん、最近仕事が忙しくて参ってるみたいなの。そのうち落ち着くと思うよ。今までごく普通の仲のいい家族だったのに、私も心を痛めていたが、息子も随分と思い悩んでいたようだ。私はできるだけヤマトの気持ちに寄り添っていこうと思った。仕事や家事に加えて、夫やヤマトのことまで、やらなければならないことや考えなければならないことが山ほどありすぎて、完全に私のキャパシティを超えていた。本来なら、夫のことはさっさとケリをつけて、すっきりさせたい気持ちもあったが、もし万が一、私の悪い予想が当たっていたらと思うと、なかなか行動に移せないでいた。思い切って行動してしまったら、もう後戻りはできないだろう。家族で過ごす日常が壊れてしまいそうで、
ひどく恐ろしく思えた。今思えば、ただ現実から目を背けているだけなのだが、以前は些細なことでも夫婦で夜中まで話し合って問題を解決してきたのに、私は夫と正面から向き合うことをためらっていた。ある日、仕事でトラブルが発生し、私はその対応に追われていたので、普段より帰りが遅くなってしまった。相変わらず夫からは音沙汰がなかったが、ヤマトが心配して待っているだろうと思い、私は慌てて自宅に向かった。会社を出るときに、ヤマトには一報入れたが、返信がなかったのも気になっていた。ただいま、ヤマト、遅くなってごめんね。一応連絡したんだけど、スマホ見てる？そう言いながら、リビングのドアを開けると、私は驚きのあまり、悲鳴を上げてしまった。キャー、あなた、一体、どうして？そこには、顔を真っ赤にして、涙を浮かべた夫が、苦しそうに、うめき声を上げて倒れていた。額には、大量の汗をかいていて、呼吸も荒く、ゲホゲホと、咳き込んでいる。救急車を呼ばないと。尋常でない夫の様子に、バッグからスマホを取り出すが、気が動転して床に落としてしまった。私が慌ててスマホを拾おうとすると、救急車なんか呼ぶ必要ないよ。と、ヤマトの声が聞こえた。え？私が驚いて声のした方を見ると、ヤマトはソファーで寝転んでスマホを見ていた。おかえり。あ、そこ割れたグラスがあるから気をつけて。え？どうして？ヤマトの視線の先を見ると、夫のお気に入りのグラスが派手に割れて転がっていた。私は訳もわからず固まっていると、ヤマトは落ち着いた様子で言い放った。こいつがこうなった原因は病気とかじゃないから、俺がやったんだ。どういうこと？お父さんに向かってこいつだなんて。俺がやったって、一体何をしたの？私が尋ねるとヤマトは、冷徹な視線で夫を見つめながら言った。こいつ、俺たち家族のことをずっと騙していたんだよ。俺たちが何も知らないと思って、馬鹿にして、嘲笑っていたんだ。ヤマトは反抗期を迎えても、親に向かってこいつ呼ばわりをしたり、ここまで冷ややかな視線を浴びせたことは一度もなかった。普段とは異なる息子の様子に、夫はガタガタと震え、何かを言いかけた。いや、違う。しかし、途中で咳き込んでしまい、まともに喋れないようだ。ヤマトは、そんな夫を見下ろしながら言葉を続けた。俺がこいつのビールに激辛ソースを丸々一本入れて飲ませたんだ。普通のビールをしこたま飲ませて、散々酔っ払ってからグラスに注いだから、何の疑いもなく一気飲みしてたな。ヤマトの話によると、珍しく夫が早く帰ってきたので、父親に冷たくあしらわれながらも、ねぎらいの言葉をかけ、ビールを勧めて、2時間ほど飲ませ続けたそうだ。すっかり酔っ払い、ろれつが回らなくなった頃に、例のビールを勧めたらしい。キッチンのシンクを見ると、大量のビールの空き缶が散乱していた。ちなみに、使用した激辛ソースは、世界一辛いと言われる唐辛子を使っていると、テレビや雑誌で話題になったものだ。インターネットで購入した後、自室で保管し、機会を伺っていたそうだ。淡々と語る息子に対して、私はどうしてそんなことをしたのか、冷静に尋ねた。ヤマトがおもむろに自分のスマホを操作し、音声データを再生すると、リビングで夫の声が大音量で響いた。もちろんレイナちゃんのことを一番愛してるよ。
もっと早く出会えたらよかったのに。今日の課長、機嫌悪そうだったね。平気だった？うちの嫁には、俺が担当してた家事を全部やらせてるから。大丈夫。俺たちのことは、嫁にも会社のみんなにもバレてないよ。あんなくたびれたババアより、レイナちゃんの方が何億倍も魅力的だよ。どうやら、夫は社内不倫をしているらしい。予想はしていたが、私は夫の声で再生されるひどい暴言の数々に衝撃を覚えた。この間、泊まったホテルは最高だったね。今度の連休、温泉旅行に行こうよ。楽しみだな。大丈夫だよ。適当に出張と言っておけば気づかれないから。聞いているうちに悲しみを通り越して怒りが湧いてきた。私がわなわなと怒りに震えていると、最後にとんでもない言葉が聞こえてきた。離婚か。もちろん、今すぐにでもしたいけど、世間体があるし、最近反抗期でクソ生意気だけど、一応息子もいるしな。ああ、嫁と息子が二人で歩いてるところにトラックとか突っ込んでくれないかな。それか大型バスでもいいかも。そうしたら保険金も入るし、レイナちゃんと結婚できるのにな。音声データを聞き終えると、息子は険しい顔をしながら語った。数ヶ月前にお父さんが電話で話してるのを偶然聞いて、慌てて録音したんだ。お母さんは仕事をしながらお父さんの分の家事まで一生懸命頑張っていたのに、こいつは俺たちを騙してバカにしてひどいことをたくさん言ってた。俺許せなくて。だから絶対に後悔させてやろうと思って計画したんだ。目を潤ませながら語る息子の姿を目の当たりにして、私は現実から目を背け、逃げ続けた日々を心の底から悔やみ、ヤマトに対して申し訳ない気持ちでいっぱいだった。私が不甲斐ないせいで、彼はどれほど辛い思いをしてきたのだろうか。ヤマトにこんなことをさせる前に、もっと早く腹をくくるべきだった。私が母親として、もっとしっかりしなければ。夫がいなくても、息子を守っていけるよう、強くならなければいけない。家族を裏切った夫なんか、もういらない。私は意を決して、ヤマトに向かって、こう言った。ヤマト、今まで本当にごめんなさい。あなたにこんなことをさせてしまうなんて、母親として情けないわ。お父さんとは離婚する。これからはお母さんも強くなるから、二人で一緒にこの家を出よう。もちろん、俺はお母さんについていくよ。お父さんは、俺とお母さんよりも不倫相手の方が大切みたいだし、俺たちがこの世を去ることを望む父親なんていない方がマシだよ。私の申し出に対して、ヤマトは笑顔で同意してくれた。待ってくれ。痛い。夫は慌てた様子で私たちを引き止めようと立ち上がったが、すぐに苦しみ出し、お腹が痛むのか、溝落ちのあたりを押さえてうずくまってしまった。その様子をしらけた表情で見つめていると、夫は普通に顔を歪めながら、大きな声でわめいた。マキ、待ってくれ。離婚なんて嘘だろ？彼女とはほんの火遊びのつもりだったんだ。これからは家事もきちんと分担するし、彼女ともきっぱり別れるから、頼むから離婚だけは勘弁してくれ。夫はよろよろとおぼつかない足取りでこちらに寄ってきて手を伸ばしてきたが、私は思いっきり振り払い、自分でも驚くほど冷たい声色で答えた。
嫌よ。汚い手で触らないで。夫婦は支え合って生きていくものだし、家事を私に押し付けていたことも、仕事が忙しいのならば仕方がない。と思い、頑張っていた。しかし、不倫をしているのなら話は別だ。夫にとっては、不倫は、些細な火遊びで、彼女に言っていた家族の悪口も、単なるリップサービスのつもりだったのかもしれない。それでも、息子が事故に遭えばいい、や、保険金が手に入る、などの暴言は、到底許せるはずがなかった。今となっては、あの時、何をあんなに恐れていたのか、過去の自分を問い詰めたくなった。最近の夫の態度や言動を思い出すと、ただただ憎たらしい。すべてが明るみになった今、夫と夫婦を続ける気持ちは一切なかった。あんたみたいなクズとこれ以上一緒に暮らせるわけないじゃない。何年かかったって絶対に離婚してやるから。夫は私の決意が固いことを知ると、今度はこちらを威嚇するように罵ってきた。お前、親が離婚して片親だなんて、ヤマトに迷惑がかかるだろ？息子がかわいそうだと思わないのか？自分の感情ばかり優先して、ひどい母親だな。自分の感情ばかり優先して、息子を傷つけているのは夫の方だろう。私は腹が立ち、思いっきり反論した。あんたみたいに不倫して、家族をないがしろにする父親なんていない方がましよ。挙句の果てに、息子が事故に遭えば保険金が手に入るだなんて、そんなひどい暴言吐く父親と一緒に生活させる方がかわいそうだわ。会話の内容から察するに、レーナさんって会社の人よね。もちろん彼女とあんたには慰謝料を請求するわ。近日中に離婚届を持ってくるから。私はそう告げると、必要最低限の荷物を持って、ヤマトと一緒に家を出た。玄関のドアを閉めた途端、夫の絶叫が聞こえてきたが、私たちは特に気に留めず、実家に向かった。実家に向かうタクシーの中で、息子は一言も喋らず、窓の外を見つめていた。1年くらい前までは、ごく普通の仲のいい家族だったのに、こんな簡単に壊れてしまうなんて、ヤマトには片親で大変な思いをさせるかもしれない。夫に離婚を突きつけたことを後悔しているわけではないが、私は感傷的な気分に浸っていた。私がそんなことを考えていると、ヤマトがぽつりとつぶやいた。お母さん、俺、大丈夫だから。口数はそう多くないが、息子なりに私を励まそうとしていることは伝わってきたので、私は力強くうなずき、微笑みながら言った。うん、お母さんも頑張るよ。反抗期で憎まれ口を叩くこともあるけれど、息子はまっすぐに育ってくれた。こんなに素晴らしい我が子を存在に扱うなんて、夫はなんて愚かな男なんだろう。私はこれから先、どんな困難が待ち受けていても、息子と支え合って乗り越えていけると信じて疑わなかった。実家に着くと、両親は突然訪れた私と息子に驚いていたが、最近の様子や今日の出来事を伝えると、夫に対して怒りをあらわにし、心よく私たちを受け入れてくれた。そんなクズ、絶対に許すな。徹底的にやってやれ。と言い、夫との離婚や今後の生活を全面的にサポートすると約束してくれた。翌日、父が知り合いの弁護士を紹介してくれたので、早速依頼をし、離婚に向けて動き出した。弁護士に依頼をした後も、
夫から涙まじりで復縁を求める連絡が頻繁に来ていたが、私は一切応じなかった。夫はごね続け、もしかしたら裁判で決着をつけることになるかもと覚悟していたが、弁護士が根気強く説得してくれたため、裁判をすることなく無事に離婚が成立した。息子の親権はもちろん私だ。夫は養育費に加えて不倫の慰謝料を支払う羽目になった。夫は不倫相手とのデートや旅行で散財していて、お金がなかったので、息子の養育費や私への慰謝料は義両親が立て替えて一括で支払ってくれた。当然、不倫相手にも請求をしたのだが、そのことが原因で、不倫相手と会社内で派手に言い争いをしたらしい。そのせいで、あっという間に離婚や不倫の事実が広まってしまい、ひそひそと陰口を叩かれ、後ろ指を刺されながら働いているそうだ。不倫相手は退職したと聞いた。離婚が成立した後、私とヤマトはスマホを電話番号ごと変えたので、夫がその後、どんな風に過ごしているかは詳しくはわからないが、誰も行きたがらない海外の治安の悪い地域に飛ばされて苦労していると風の噂で耳にした。あれから私とヤマトは実家で元気に暮らしていた。今は両親に助けてもらいながら慌ただしくも幸せな毎日を送っていた。ヤマトは受験生になり、志望校の合格を目指し、毎日猛勉強をしていた。相変わらず憎まれ口を叩きながらも、私や私の両親を気遣う優しい一面を見せていた。私はこれからも家族みんなで支え合って生きていこうと心に決めたのであった。